こんにちは。ジオメトリーノードマニアのヘイジです。今回はブレンダーのジオメトリーノードを使って地面として用意したオブジェクトに沿って別のオブジェクトを転がす方法を紹介します。突然ですが、タイヤを動かしたり物体を転がしたりと地面に沿ってオブジェクトを動かしたいと思ったことはないでしょうか。今回はこのようにオブジェクトの一番低いポイントを取得して移動や回転をさせることで形状に合わせて転がす方法を学びます。まずはこの角度のない平面を転がす方法を紹介。その後で地面のオブジェクトに沿って転がる方法を紹介したいと思います。車のタイヤや何かを転がしたい時に使えると思うので楽しんで一緒に学んでいきましょう。このチャンネルではブレンダーのジオメトリーノードを使った遊び方を紹介していますので、興味ある方はチャンネル登録と評価をお願いします。それでは実際の作業に入っていきましょう。まずはジオメトリーノードタブに移動します。そしてこの上の 3D ビューポートでモンキーを追加しましょう。シフト A、メッシュ、モンキーを追加します。そしてモンキーを選択した状態で新キーを押します。このジオメトリーノードの名前は GN1 としておきましょう。で、まずはですね、このモンキーを操作するためのトランスフォームノードを追加します。シフト A、ジオメトリー処理、ジオメトリートランスフォームノードを追加し、グループ入力の後ろに接続します。このジオメトリートランスフォームノードで、この XYZ、この移動っていうところを動かせば、こういう風に移動しますし、回転もこういう風に X 軸に沿った回転や Y 軸への回転がこれで操作できるようになりました。これは操作用のトランスフォームノードになります。では次に属性キャプチャーというノードを使ってこのモンキーの Z 軸の情報を取得していきたいと思います。シフト A、属性キャプチャー、こちらを追加します。で、今回はこの取得したいジオメトリーはモンキーになるので、このトランスフォームの後ろを接続します。そして取得したい値の種類ですが、これはモンキーの位置情報のベクトルから Z 軸の情報を取得したいと思うので、まずは位置ノードを追加します。シフト A、ジオメトリー読み込みの位置を取得します。そしてこのベクトルを Z 軸だけの情報にしたいので、XYZ 分離も追加します。シフト A、ユーティリティ、ベクトル、XYZ 分離を追加します。そしてこの位置をベクトルにつないで、その Z 軸の情報をこちらに接続します。これでモンキーのベクトル、その中の Z 軸の情報を属性として出力できるようになりました。次にこの属性の中から一番小さな値を取得したいと思います。そのためには属性統計というノードを使います。シフト A、属性統計を選択し追加します。で、ここはモンキーのジオメトリーになるので、この属性キャプチャーのジオメトリーをそのまま接続します。そしてこの属性キャプチャーで取得したこの属性値ですね。こちらもこの属性に接続します。これでこの先ほど作ったモンキーの1ベクトルから取った Z 軸、こちらの属性の中で平均だったり最小最大値を取得することができるようになりました。この最小値、これをベクトル情報に戻したいと思うので、今度は XYZ 合成を追加します。シフト A、ユーティリティ、ベクトル、XYZ 合成を追加します。で、この最小値をこちらの Z の方に接続します。これでXY が00で Z の値はこのモンキーの一番小さい値、Z 軸で一番小さい値が出力されました。で、こちらすべてのポイントについて比較してその中で小さい値を出しているので、モンキーは今頂点が507個あります。ここにありますね。この中で Z 軸で一番低い値を出しているということになります。で、ここのベクトル、これを比較したいと思います。なので、ベクトル演算を追加しましょう。シフト A、ユーティリティのベクトル演算を出します。で、今、Z 軸の
一番低い点は出せました。で、このモンキーの原点、これについては000のところにあります。なので、000と Z 軸の一番小さな点、このベクトルですね。これの関係を計算で表せれば大丈夫です。なので、ここをまず減3にします。で、000の原点から、今、この一番小さい、この Z 軸ですね。ここを引きます。その分だけ上に上げるという原点の位置を変えるという意味合いになります。そのベクトルがここから出るようになりました。その位置にこのモンキーを移動させます。なのでジオメトリートランスフォームノードをここで Shift-D でコピーしてグループ出力の手前に接続します。そして今計算で出したこのベクトル、この座標、このベクトル情報っていうものをこの移動のところに接続します。するとこのモンキーの Z 軸で一番小さな情報、ここが Z 軸で見ると0のところに移動しました。ここで000から引いたのでモンキーの一番小さい座標がこの Z 軸上の0に行くようになりました。つまりここで回転をさせると常に一番低い Z 軸がこの Z 軸上の0に位置するようになります。なのでこのようにモンキーの形状に合わせて転がるような動きをすることが成功しました。これがパート1で作りたかったノードの挙動になります。で、このノードを後から使いたいと思うので、全体を選択した状態でコントロール G を押してグループ化させます。また、この回転についてはグループノードの外からも操作できるようにグループ入力のこの空いたソケットとこの操作用のジオメトリートランスフォームノードの回転を接続します。で、この矢印へ戻ってこのような形になりました。で、このノードグループの名前をロールとしておきましょう。これでパート1の紹介が完了です。次に地面に沿って今度今の挙動ができるように地面に沿って転がるような方法を紹介したいと思います。なのでまずは地面を少し作りたいと思います。3D ビューポート上で Shift-A で平面を追加します。平面は少し大きくサイズを変更して、で、こちらタブキーで編集モードに移行して右クリック、そして細分化を押しましょう。分割数は10にしておきます。そしてオブジェクトモードに戻りましょう。で、地面ということで今回は角度をつけたいと思います。では少し斜めの角度にして G キーで上に上げます。で、この平面の名前をグラウンドということで地面の名前をつけましょう。先ほどは000この平面上の地面に対して転がるようなパート1でノードを組みましたが、今度は地面の上に沿って今の転がる挙動を作りたいと思います。なので今度は地面に常に沿っているところにこのモンキーだったり他のオブジェクトを反映させたいと思います。で、先ほどはこのモンキーに直接ジオメトリーノードを作成して GN1 という名前で作っていきました。で、今回パート2についてはまずポイントの制御をしてそこにモンキーだったり反映したいオブジェクトをインスタンス反映して制御するというのがパート1とパート2の大きな違いになります。なのでまずは何でもいいのでオブジェクトを追加します。Shift-A メッシュ、立方体を追加します。で、この名前をベースとしておきます。そして今回はレイキャストノードを使ってこの立方体を地面に垂直に配置したいと思うので、少しポイントとしてこの地面よりも高い位置に今のベースを移動させておきます。そしてこのベースを選択した状態でジオメトリーノードの新規を押しましょう。で、この名前を GN2 としておきます。ではまずはですね、制御用のポイントを追加したいと思います。Shift-A ポイントのポイント、これをグループ入力と入れ替えます。するとこれが表示されました。このようなポイントを表示することができました。まずはこれを制御していきたいと思います。で、先ほどと同じようにこのポイントを制御するためのトランスフォームノードを追加します。Shift-A
ジオメトリ処理、ジオメトリトランスフォーム、これを追加します。これで先ほどと同じようにこのポイントも移動させることができます。また、ジオメトリトランスフォームノードは、今はポイントですが、このジオメトリ全体を移動させるものです。ポイントを指定して制御するのは1設定ノードになるので、それを追加しましょう。Shift A、ジオメトリ書き込み1設定。これをトランスフォームノードの後ろに接続します。この1設定ノードの1っていうところに、今度はレイキャストノードというものを使って、この地面にぶつかったところを計算していきたいと思います。Shift A、ジオメトリサンプル、レイキャスト。これを追加します。そしてこのターゲットジオメトリっていうのが、今このポイントに対して、このターゲットジオメトリに接続したジオメトリ、そことぶつかる点をこのヒット1等で計算することができます。なので、このグラウンド、このオブジェクト情報を持ってきます。で、実際に 3D ビューポート上のこのグラウンドを使いたいので、この相対にしておきます。で、このジオメトリをターゲットジオメトリに接続します。このソースの位置は今のポイントの位置になるので、1ノードを追加します。Shift A、ジオメトリ読み込み1。これをつなげます。これで、このポイントについて、ここをヒット位置をこの1設定で制御すると、ポイントが先ほどのこの原点ですね。このポイントの原点から垂直に見たときに、このグラウンドとぶつかった点ですね。そこに1設定ノードで移動させました。なので、この状態で先ほどの操作用のジオメトリトランスフォームノードを移動させると、常に、少しわかりにくいですが、常にこの地面に沿ったところに配置することができました。で、次にですね、このポイントに対象のオブジェクトをインスタンス反映していきたいと思います。Shift A、インスタンス。ポイントにインスタンス作成を追加します。そして今は仮に何かメッシュプリミティブを反映します。今は少し円錐ですね。円錐を反映したいと思います。すると先ほどのポイントに円錐を反映することができました。このように動かすことも可能です。で、ただですね、今実際に転がすとなると、この円錐を地面、このグラウンドですね、ここに対して垂直に配置したいと思うので、今はこの 3D ビューポートのワールド全体に対して垂直にインスタンス反映されているので、少し角度を制御したいと思います。このポイントにインスタンス作成のこの回転を使います。使うのはオイラーをベクトルに整列になります。Shift A、ユーティリティ、回転、オイラーをベクトルに整列をここに配置します。そして、ここの回転ですね。今回はグラウンドに対しての角度になりますので、このオブジェクト情報で指定したグラウンド、この回転をこちらの回転に接続。で、元になるベクトル、どこに向けるかっていうところで、これに対しての放線垂直な方向にベクトルを設定したいので、ノーマルを反映します。Shift A、ジオメトリ読み込みノーマルですね。これをベクトルに追加します。で、この回転をインスタンス作成の方に接続します。すると、このグラウンドに対して常に垂直にこの円錐が立つようになりました。こちらがやりたかった挙動になります。今このインスタンスには円錐を反映しましたが、ここに先ほどのこのモンキーのような転がるロールですね。作ったノードグループのロールを反映させれば、この接した状態、この状態を保ったまま転がる挙動をしてくれそうな気がします。なので、少しこの円錐を上の方に置きまして、それ以外をですね、ノードグループをまた作りたいと思います。この後からですね、グラウンドを他のオブジェクトに変えるパターンもあると思うので、このグラウンドのオブジェクト情報も少し横に置いておきましょう。で、それ以外の部分ですね、そこを選択して、コントロール G でグループ化させます。
で、今回このポイントを移動させるこのトランスフォームノードの移動の部分についても後から操作できるようにしたいので、このグループ入力の空きソケットですね。これを接続しておきます。そしてこの矢印で戻ります。するとこのようになりました。少し整えていきます。これが地面になります。これがインスタンス。今は円錐を反映しています。そしてここの値を調整すると、この円錐が動きます。先ほど説明漏れていましたが、このレイキャストについては、今、このグラウンドに接するところが範囲になっているので、この移動させる値についても、このグラウンドよりも大きくなると、元のポイントの方に戻ってしまいます。なので必要に応じてグラウンドの範囲を広げたり、画面に収まるように調整してみてください。で、先ほど作ったロール、ノードグループのロールですね。それを追加します。Shift A、グループ、ロール。これを追加します。このジオメトリは何か反映したい元のジオメトリになるので、今仮にこの円錐をこちらにつなぎます。で、このロールをこちらのインスタンスに接続します。反映しているものは一緒なので、今ここは何も変わってないです。で、この状態は先ほどのこのノードグループ、こちら名前はですね、今接するノードということでタッチとでもしておきます。このタッチの XY、こちらで移動をさせることはまずできます。で、このロールですね、ここを使うとこのように回転をさせることができます。こうですね。こういうことができるようになりました。ということで、今度はですね、少し値をコントロールして、回転しながら移動する。そういうノードを組んでいきたいと思います。まずは仮に値ノードを追加しましょう。Shift A、入力の定数の値ですね。で、この XY 指定して動かしたいと思いますので、値を反映できるように XYZ 合成を追加します。Shift A のユーティリティ、ベクトルの XYZ 合成。で、仮にですね、こちら値の方を X に指定して、このベクトルをまずはタッチの X にしたいと思います。この値を変化させると X 軸に動くようになりました。で、X 軸に転がるときにはですね、この Y 軸を回転させると違和感なく見えそうです。なので XYZ 合成を Shift D でコピーして、この値を今度は Y につなげます。そしてこのベクトル情報を今度はロールの回転の方に接続します。値を変化させると転がりながら移動するようになりました。次にですね、Y 軸の方の制御もしたいと思います。値を Shift D でコピーします。で、これを今度は Y の方に持っていきましょう。この Y を動かすと、今度はこの上下に縦ですね、縦方向の移動ができるようになりました。で、この縦に転がりたいので、それは分かりやすいようにこうして、先ほどの値は0にしておきます。この X の値を制御すれば縦に転がりそうなので、この値の方を今度は X ですね。ロールの回転につながっている方の X につなげます。これで動かしてみましょう。転がりながら移動はしてますが、ちょっと回転が逆な気がします。なので、今この回転に行っている X の値ですね。これをプラスマイナスを反対にしたいと思います。Shift A、ユーティリティの数式ですね。こちらの方を追加します。で、乗算にして、こちらをマイナス1と入れれば、X の値が反転しました。これでもう一度この値の方を動かしてみます。はい。このように今度は転がりながら上下に移動することができました。で、最後に少しノード位置を整えて完成になります。で、例えばですね、後でアニメーション等をしたいときっていうのは、ここをグループ入力のですね、空きソケットをそれぞれつないでみます。で、今こちらはこの X 方向ですね。X 方向の制御になるので、例えばこれを同じところにつなぎ直します。で、こちらは Y 軸の制御をしていましたので、同じところにつなぎ直します。
それと、ここの XY ですね。これを制御すれば、こちら X に転がりながら移動。今度は上下 Y の方にも転がりながら移動。ここで制御することができましたので、ここを例えばキーフレームを打ってアニメーションにするということも簡単にできるようになりました。で、以上がですね、今回組みたかったノードになります。で、例えばここに何か違うものですね、3D ビューボードに、もう一つですね、例えばモンキーを追加するとして、今のこのベースですね、ここに先ほどのモンキー追加して、これをこのロールのジオメトリーに入力を入れ替えれば、この円錐がモンキーになります。で、同じようにこれを制御すれば、モンキーがこのように地面に接しながら転がるということになります。で、今、例えば地面ですね。これを真っ平らの状態になっていますが、例えばタブキーで編集モードに移動して、この頂点を選んで、少し頂点を、角度をつけたりしてですね。例えばこんな感じにした場合でも、モンキーをですね、転がしてみると、少しわかりにくいかもしれないですが、このように地面の形状に合わせてモンキーが転がっているのがわかると思います。以上がこのパート2で紹介したかった内容になっています。今ですね、この動画を見ながら一緒に作業をしてもらって好きなオブジェクトを転がすことはできたでしょうか。今回のチュートリアルの内容も何かに使えると思うので、いろんなオブジェクトをどんなところに転がすのか、ぜひ作品に挑戦して SNS にアップしてみてください。気に入ってもらえた方、まだまだ見たいなと思っていただけた方がいれば、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、ゼロから体系的に学びたい人向けにユーデミーで講座もリリースしています。今回の動画でジオメトリーノードに興味を持ってくれた人でも、ブレンダーのインストールからジオメトリーノードの基本的な考え方を順番に解説している初心者向けの講座です。概要欄の公式 LINE や X で毎月クーポンを発行しているので、ぜひそれを使ってみてください。そして公式 LINE では今回の動画だったり自主制作に関する質問も受けていますので、お気軽にどうぞ。それでは次回もジオメトリーノードを使って一緒に遊んでいきましょう。お疲れ様でした。